さて今日はですね、先日発表されたこの種類の新しいフルサイズ用レンズ、オーロラ 35mmF1.4 のレビューをねやっていきたいなと思います。でこのオーロラシリーズは全5本のレンズが計画されていて、1本目は前にねこのチャンネルでも紹介した 85mm の F1.4 となっていて、でこの 35mmF1.4 はそれに次ぐ2本目のレンズとなってます。このオーロラシリーズは光学設計を突き詰めるハイエンドレンズとは違って、すごくね味わいのある写りが特徴のシリーズとなっていて、現代の最新レンズを後処理で加工してもなかなか表現することが難しい微妙なエモーショナルなねニュアンスを残しながらも、オートフォーカスだったり操作系の使い勝手の良さなどもあって、結構海外ではファンの多いね個性派レンズとなっているので、今日は作例とともにね製品の特徴と実際に使って感じた良かった点悪かった点っていうのをお伝えしていければなと思います。それじゃあまずこのレンズの対応マウントはというと、ソニーの E マウントの他に富士フィルムの X マウント、ニコンの Z マウント、さらに種類が L マウントアライアンスに加入したことで L マウントにも対応しているので、キヤノンを除いてほとんどのねカメラのマウントタイプに対応しています。で価格はなんと549ドルと日本円で約8万円ちょいぐらいですかねとなってるんですけど、すごくね手に入れやすい価格っていうのも魅力になってます。で驚くのが重量がなんとねこいつ 490g っていう F1.4 の大口径単焦点レンズで、500g を切る軽さっていうのはソニーの純正 35mmF1.4GM を下回る軽さとなっています。なのでスナップ撮影とかはもちろん動画でもね比較的小型のジンバルに乗せて使用することができます。でフィルター径は 67mm でAF/MF の切り替えスイッチ、そして非常にねこれ滑らかなフォーカスリングと絞りリングが備わっていて、このね回した時の適度な重さっていうのはすごくプレミアムクラスのフィーリングとなっていて、これはねすごく驚きですね。そしてアイリスロックスイッチとクリック切り替えスイッチ、カメラボディから機能を割り当て可能なファンクションスイッチも一つ備わっていて、操作性に関してはね本当申し分ないです。その上でねこのレンズちゃんとね防塵防滴仕様になってるっていうのも、この価格からするとね嬉しいポイントかなと思います。そして描写性能についてなんですが、このレンズはね開放だと、ちょっとねコントラストは抑えめで、エッジ部分や特にハイライト部分が非常に柔らかく映るのが特徴となってます。なので、F1.4 で背景を大きくドンとぼかしても、そこから被写体がパキッとね浮かび上がってくるっていうよりかは、どちらかというと自然とね背景と馴染む、そういった柔らかい描写が特徴となっていて、ディフュージョンフィルターをね使ったようなエッジがね少し丸くなったような、優しいすごい写りをします。なので特にね女性ポートレートで肌を滑らかに見せたいだったり、こういったファミリーフォトで温かみのある雰囲気を出したいっていう時にはすごくね相性がいいなっていう風に個人的には感じました。そして今回ねこのレンズが防塵防滴ということもあって、雨の日の都内でねちょっと軽くスナップをしてみたんですけど、そういったね雨の日の都内特有の雰囲気ともすごくこいつ相性が良かったなと思ってて、濡れたアスファルトとソフトな光のコントラストっていうのを柔らかく映してくれるので、すごくムーディーかつ落ち着いたね雰囲気に映るんですよ。これは写真プリントでフォトマット紙に印刷したようなツヤ感とか光沢感を抑えた感じの写りが好みっていう人には、結構ね刺さるんじゃないかなというふうに思います。またね F1.4 っていうこの明るさもちょっとね暗い日でも ISO を低く保ってノイズをね抑えられるので、これもねすごくやっぱり便利ですね。で個人的にはねこのレンズすごくねモノクロとの相性もいいなと思っていて、硬くなりすぎずその回調がすごく柔らかく映る感じがするので、すごいねいい雰囲気に撮れるなと思いました。でこれボケに関しては玉ねぎボケみたいな、そういった写りはしないので背景はすごく滑らかに映るんですが、ただ玉ボケのエッジ部分は少し縁取られるような形で、色収差がそこそこ出るので、35mm なので少ないとは思うんですけど、玉ボケが大きく映るような撮り方だとちょっとね少し背景がざわついて見えることもあるかもしれません。で僕がねこのレンズで一番驚いたのは逆光体制で
フレアもゴーストもね結構しっかりと抑えて撮影することができるんですよ。こんな感じのしっかりとした逆光で撮影しても、コントラストの極端な低下っていうのは見られず、ゴーストもねあまり目立たず、ちょっとね映り込んだとしても、後処理でどうにでもなるレベルでした。もちろんねその光の加減によっては、もうちょっと大きく見えたりすることはあるんですけれども、それでも、だいぶね抑制されてると思います。低価格帯のレンズとハイエンドレンズではここがねやっぱり一番顕著に差が出るポイントだと、僕個人的には思っているんですけど、でもこのレンズであればガンガンね逆光でエモい感じの写真とか動画っていうのを、積極的に狙っていけるんじゃないかなと思います。でもやっぱりねこういった、そのちょっと個性があるようなレンズには向き不向きっていうのもあって、特にこのレンズはボディ内レンズ補正だったり、あとは Adobe Lightroom でもレンズプロファイルが用意されていないので、歪みとか周辺原稿っていうのはもうほんとね顕著に出てきます。まず歪みに関しては結構ね激しめの糸巻き型の歪みになっているので、ラインをきれいに写したいよっていう場合にはちょっとね不向きかなと思います。また開放では周辺原稿も結構しっかり出てきて F2.8 ぐらいまで絞れば、開放よりはだいぶ改善するものの、それ以降も完全にね排除しきるのはちょっと難しいのかなと思いました。最近のね、小型レンズは純正レンズであってもあくまで補正をね前提としたレンズが多い中で、ちょっとレンズプロファイルがないってなると、毎回手動でこの補正を行う必要があるので、完全にクリーンな写りが必要っていう人にとってはちょっとねこのレンズは向いてないんじゃないかなというふうに思います。で次にオートフォーカス周りなんですけど、このレンズで採用されているのはステッピングモーターとなっているので、静音性には非常に優れていて、動画用途ではものすごく重宝するんですけれども、ただリニアモーターと比べてしまうと AF の速度はね、若干遅めに感じるかなと思います。で動画で24fps とかで撮影しているときは、動いてる被写体はそもそも動体ブレを起こしているので、実用上そこまで運用に問題はないんですけれども、スチール用途で、ちょっとね動きの速い被写体をガチピンで狙う場合には、少しねちょっと注意が必要だったりします。またフォーカスブリージングに関してなんですけれども、正直ねこれは結構出るっちゃ出ます。なので、このレンズは動画で使う場合、今みたいにこういったねフィックスでインタビュー用とかで使うっていうような、使い方にはあまり向いてないのかなというふうに思いました。はい、ということでね最後にこのシルイのオーロラ 35mm F1.4 をまとめると、完璧なレンズっていうよりも、ちょっとしたね癖や柔らかさを楽しむための一本かなというふうに思います。開放のこのすごくね優しい描写で、逆光での空気感の出し方っていうのは、最近のシャープすぎるレンズにはないね味があって、そこがこのレンズの最大の魅力かなと思います。ただ一方でね歪みとか周辺原稿とか、あとは AF の速度なんかは、純正のハイエンドレンズと比べると、ちょっとね妥協が必要な部分もあるんですけれども、価格とかあとはサイズ感を考えれば、十分にこれもね価値ある選択かなというふうに思います。例えるなら、現代的なレンズの便利さと、あとは、ちょっとヴィンテージライクなね描写のそのちょうど中間みたいな立ち位置がまさにねこのオーロラシリーズらしいなというふうにね感じました。はい、というわけで、以上がですねこのシルイのオーロラ 35mm F1.4 のレビューとなります。このレンズ気になるという方はですねぜひ概要欄のリンクの方からチェックしてみてほしいなというふうに思います。はい、というわけでね、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。